こんにちは、一人介護のりょうさんです。本日は先週一部お伝えした自宅で胃ろうが抜けてしまった時の対処法、なぜ胃ろうが抜けたか、どんな風に応急処置したか詳しくご説明します。胃ろうが抜けてしまったらなんとなくああしてこうしてとイメージできていたとしても、実際は予想外のことがいくつかありましたので、その点をお伝えします。特にそれに出くわす可能性が高い看護師さんにはインシデント・アクシデントの事例にもなります。医療ではインシデント・アクシデントという言葉があります。インシデントとは好ましくない出来事・事件という意味で、一歩間違えたら重大な事態になっていた事柄。アクシデントとは重大な事態に至ってしまった事柄を言います。今回の私の場合はアクシデントに該当します。看護師さんだけでなく、自宅で介護をなさっている方もこんな時何をしたら良いかわかるので、ぜひ最後までご視聴ください。次の順でお送りします。1、そもそもなんで抜けちゃったの？ 2、抜けてすぐにしなくちゃいけない3つの行動。それではスタート。1、そもそもなんで抜けちゃったの？全身の筋肉や関節が固まっていて、まぶた以外は自分で体を動かすことができない父の胃ろうがどうして抜けてしまったか、不思議ですよね。私がどこかに引っ掛けちゃったと思った方もいらっしゃいますよね。実は父自身の力で抜けてしまいました。しかし結果的には私の管理不足です。その日はリハビリがありました。父の左腕は普段は肘から曲がった状態で、ちょうど心臓あたりに拳があります。リハビリによってリラックスできて、筋肉の緊張が解けて、リハビリ後にはその左腕はおへそより下に伸びました。父はここ最近特に神経や筋肉の緊張が高まっていて、常に体に力が入ってしまっている状態でした。リハビリのおかげで腕が伸びているのが嬉しくて、たまたまその日に限って私はその腕の写真を撮りました。偶然とかたまたまってすごいですよね。父はリラックスして眠った後に覚醒し、顔拭きや歯磨きをされたことで力んでしまい、力んだ腕がそのままいつもの定位置である心臓の高さまで戻ってくる最中に胃ろうを引っ掛けて抜けたようです。いろんな偶然や条件が重なって結果的に抜けました。2、抜けてすぐしなくちゃいけない3つの行動。行動1、抜けた穴を何かの管で確保。行動2、胃液が穴から漏れるのでそれを吸収するガーゼやタオルを当てる。行動3、各担当へ電話連絡。一つずつ見ていきましょう。行動1、抜けた穴を何かの管で確保。こちらは前回の動画でご説明していますので、よろしければそちらもご視聴ください。管を挿入しただけでは抜けてきてしまいますので、医療用テープで固定してください。過去動画でご紹介した100均のテープが大活躍でした。ケアマネさんと電話連絡を取りながら急いで仮止めしたので、ちょっと見た目が美しくないですよね。しっかり止まっていれば緊急時見た目は良しとしましょう。そういえば管を入れると、なんとその管のお腹に挿入していない反対側から胃の内容物が出てきました。管なので当然といえば当然ですよね。急いで出口側をコマ結びにして出ないようにしました。行動2、胃液が穴から漏れるのでそれを吸収するガーゼやタオルを当てる。こちらの写真は胃ろうを再度挿入して病院から戻った後の写真です。一瞬にして皮膚がただれてしまいました。恐るべき消化液。治るのに9日かかりました。穴を管で確保しても隙間から胃の内容物が漏れます。その液体は食べたものだけでなく消化液も含みますので、皮膚につくと短時間でも皮膚がただれます。ガーゼやタオルで常に吸収させるようにしましょう。ガーゼを当てたままにすると、結果的に消化液を含んだガーゼが皮膚に常に密着した状態になりますので、できる限り拭き取るか、濡れたらこまめに交換しましょう。行動3、各担当へ電話連絡。主な連絡先。
訪問看護師、ケアマネージャー、介護タクシー、お医者さんへは訪問看護師さんから連絡してくださると思います。大抵は病院で再挿入になると思います。人によっては介護タクシーが必要になります。介護タクシーは台数に限りがあり、一般のタクシーのようにすぐ手配ができない場合があります。早めに連絡しましょう。ご自分では気が動転したり、処置があって手が離せないので、ケアマネさんにお願いすると助かると思います。今回私の場合ですが、何点か困ったことがありましたのでご紹介します。介護タクシーが出払っていてすぐ手配がつかない。行きはなんとか介護タクシーが手配できるが、帰りはタクシーの営業終了時間18時を過ぎてしまった場合は配車ができない。父は寝たままのストレッチャーが必要なため、普通のタクシーには乗れません。私は軽自動車のため父を乗せることができない。胃ろうを交換していただく病院に胃ろうを交換できる医師が常駐していない、している病院もあります。アクシデントが起きたのは15時半。病院側としては16時半までに来てほしいと。自宅から病院は片道40分。タクシーは空き待ちでいつ来るかは不明。指定された時間に行けない。といったように一筋縄ではいかないのが人生です。物事がスムーズにいかないことってありますよね。特にこういう時に限って。ですので、少しでも落ち着いて行動できるように、まずはどこに連絡するか順番を整理しておき、こんなハプニングももしかするとあるのだなぁと知っていただけると、何かの助けになるかと思います。私が今後気をつけること、改善策。父の左腕が胃ろうに引っかからないように衣類を整える。腕の下に今までより長めで少し厚みのあるタオルで胃ろうを保護する。夏は蒸れに注意。歯磨きや顔拭きなど何かアクションを起こすときは、事前にお布団をめくっておいて、腕が胃ろうを触れないか確認しながら行う。他にアドバイスやご指導ありましたらコメントにてご教示いただけると助かります。ところで、先ほどお見せした胃ろうのただれですが、どうやって治ったかというと、ご視聴者様からいただいた情報のおかげで早くに治すことができました。以前私の動画を見て、父の胃ろうの周りの皮膚のただれがひどいのに気づいた方が、うちもただれがひどかったですが、イソジンシュガーを塗ったら良くなりましたよと教えていただきました。父の胃ろうは力みのために常に漏れがあるので、ただれが慢性化していました。イソジンシュガーは寝だこ、褥瘡の処置によく用いられるお薬です。傷の治りを良くする作用や殺菌作用で治癒を促進させます。通常、床ずれややけどなどの皮膚の潰瘍の治療に用いられます。あの手この手で所持しましたが、一向に良くならず、お手上げでしたので、先生に処方をお願いすると、イソジンシュガーが胃ろう周囲のただれにも良いとは知らない。本当に効果あるの？と半信半疑で、試して効果を教えてほしいと処方していただきました。見事に改善しました。きっとイソジンシュガーを使わなければ治るのが長引いたと思います。とっても良い情報ありがとうございました。最後に、今回困ったことがたくさんあったのですが、結果的に全てうまくことは流れました。私たち親子のために動いていただいた方々のおかげで無事に胃ろうを交換し、介護タクシーで帰宅できました。即座に対応して連携を取っていただいたケアマネさん、医療関係者様、タクシー会社様、ありがとうございました。暗くなった街中を走るタクシーに揺られて、私たちは毎日いろんな人に助けていただき生きているのだなぁと、しみじみ感謝の気持ちでいっぱいになりました。いつも助けていただきありがとうございます。この情報が皆さんのお役に立てたら嬉しいです。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。